はい、皆さんこんにちは。リターナー第63です。今日はですね、ご覧のように妻のレベルに乗ってます。なんで私が今日レベルに乗ってるかというと、なんとこのレベルリコールが来ました。そのためにこれからホンダドリーム立川に向かいます。真夏なんでね、7月の真夏です。真夏日ですから、もう妻はすでに仮眠中でありますので、私が代わってこのレベルをリコールの対策に持っていきます。久々にレベルに乗りましたけどね、なんだろう、久々乗ったんでちょっとね乗りにくいまあちょっと乗ればすぐ慣れちゃうと思うんですけど、普段 RS 乗ってるじゃないですか。なもんでちょっと体が前傾に慣れてるのか、若干 RS も前傾入るんですけどね、これねまたがったらね、この股関節がねまだねちょっとね慣れないので、必要以上に膝が上に上がるもんですから、ちょっと股関節がね、窮屈な感じがしてます。あとはねどうってことないんですけど、そんな感じですね。でこのアメリカンタイプにも乗っててね思うことは、アメリカンでもねこのレベルは特にそうかな、ちゃんとねニーグリップできます。できるし、逆にねニーグリップしないとね疲れるな。これしていた方が疲れないかもしれない。でね、状態はねちょっとまっすぐ立った状態か、ちょっと肘にちょっとゆとり持たせるためにちょっと前に見た方がいいのかなっていう感じですかね。いや真夏ですけど走ればね、メッシュの服装を着てますから風が中を通るんで、そんなにねいや暑くて参ったなって感じはないんですが、やっぱり止まるとねやっぱり来ますね結構ね。レベルはねハンドルの位置とシートが低いので足つきはめっちゃいいですよね。私なんかもう本当お釣りが来るぐらいですけどね。最初はねやっぱりね、チェンジペダルの位置とねブレーキ、ペダルですから、この位置がねやっぱりなかなかねしっくりこない感じですけど、5分ぐらい前乗ったらもうバッチリです。全く問題ないですね。とことこゆっくり行きたいと思います。バイクの大きさからしてね、1100って感じは全くしないですね。私が今乗った感じは、そうだな 400cc ぐらいの感じかな、雰囲気的に。バイクが軽いってのもあるんでしょうし、パワー的にもねどうなんだろうなこれな。結構ビューっていくんだね。今ちょっと吹かしてみましたけど、なるほどね。やっぱり1100あるから多少のようなそれなりにパワーはあるんだね。やっぱり乗車姿勢としては、体はねまっすぐ立てた方が楽かな。これね社長みたいにこんなになってね後ろにそっくり返って乗るバイクじゃないねこれは。で体をまっすぐ立てて、そうするとねちょっとね肘にね余裕ができるから、こういう乗り方がいいのかな。そうするとね、ブレーキペダルも
チェンジペダルも非常に扱いやすい感じが私はしてます。はい、もう乗った印象だね。レベル1100に乗った印象です。今日はね、7月の、何日だ、18日です。金曜日。天気はご覧のようにすごくいいです。ただなんだろう、すごくいいんですけど、まだ梅雨明け宣言出てないよね、関東地方というか東京もね。この低速の感じはまあバランスは取りやすいな。バランスは取りやすいね。低速もう全然こんな大きくふらつくこともなくいけますね。それで今日のリコールなんですけど、リコールの内容を見ると、届いた署名を見るとですね、このレベルが、例えば発進時とか、停止直前とかに、エンストをしやすくなってますと。エンジンが止まる可能性がありますと。で、一度止まるとその場ですぐになんかエンジンがかかんないようで、一旦イグニッションのキーですか、キーを一旦オフにしてもう一度入れ直さないとエンジンはかかりませんというような内容でしたね。それ困りますよね。発進するときカクンとね、演出しやすくなってしまってね、初心者なんか焦っちゃうよね。で、なんかコンピューターの書き換えをするそうです。どうも渋滞してるなと思ったら、怖いね、大きいの寄ってくるから。大きいのが寄ってくるし、大きいの止まってるし、もうめちゃくちゃですね。事故ったんですかね、これね。トラック同士ね。こんな感じですね。なんか運転手同士が電話番号のやり取りしてましたね。そういうことで、コンピューターの書き換え30分ぐらいで終わるっていうの内容でしたね。おそらく、レベル1100乗られてる方がそういう症状が家族出たんでしょうね。で、メーカー側に問い合わせをして、メーカー側が確認したら、どうもそういう症状が出そうだと。で、コンピューター見たら、良くないねということになったんでしょうね。それでリコールですね。レベルですから台数相当出てると思うので、そういう意味ではちょっとね大変なのかなっていう感じだし、バイクのリコールについてはね、早めに対応した方がいいと思いますよ。一銭もかかりませんから。ただ往復のガソリン代は出ないんでね、時間とね、ちょっとそれはね、バイクのオーナーさんが負担になっちゃうけど、しょうがないね、それはね。なんとか裏道を通って時間ぴったり着きました。予定時間ぴったりです。ホンダドリームさん、よろしくお願いします。リコールで来ました。ホンダドリームさん着きました。
はい、無事にですね、リコールの、点検か整備か終わりました。と賞味30分ぐらいですかね。無事に終わりました。乗った感じ、全然わかりません。レブリにレブルじゃなくて、立川のホンダドリーム行ったらですね、やっぱりレベルのリコールで、来られてる方が何人かいて、その中に視聴者さんがいらっしゃいました。ゆっくりとお話しすることもできましたんでよかったです。そこでこの間やりましたレッスン動画ですか、あれ非常にいいんで、これからもずっと続けてくださいというふうに言われましたので、喜んでやらせていただきますとお伝えをしました。ありがとうございます。いつも応援していただきありがとうございます。それではね、特に今日は予定がないのでこのまま、自宅の方に戻っていきたいと思います。やっぱりね、このレベルの乗車のポイントっていうのかな、やっぱりね、私足が余っちゃうので必要以上になんだろう、膝が上に上がってしまうために、やっぱり股関節がちょっとね慣れてないせいかね、かったるくなりますね。まあやむを得ないのかな。シート高が低いですからね、やっぱりその点やっぱりしょうがないのかなっていう感じしますね。やっぱり今日はホンダドリームに来ていた視聴者さんも同じレベルの1100乗られてるんですけども、やはりやっぱり股関節がね、かったるくだるくなるって言ってましたね。まあそういう姿勢になっちゃうんだね。しょうがないんだよこれね。私こういうアメリカン乗っても自然と足が締まってしまうので、自然とニーグリップしてしまうためか足を逆に開けないですね。こういうの足開いて乗ってる方いらっしゃいますけど、私逆に開けない。ニーグリップの癖がもうそれだけ染みついてるってことですかね。レベル1100をですね、これだけちょっと長めに乗ったのは久しぶりなんで、乗った感じの総合評価を私個人的にさせてもらうと、悪くはないと思いますよ。ただ背の高い人はちょっとどうなのかなって、私はねちょっと足が余っちゃうんでちょっと乗りづらいかな。パワーはアメリカンでこのぐらいあれば十分じゃないのかなっていう感じですかね。それと、サスペンションはねちょっと柔らかめですね。柔らかめです。でブレーキ類はこんなもんかなと、いいんじゃないですかね。排熱は私さほどそんな気にならないですね、この暑い中でも。そんなとこですかね。私が今乗った感じはですね、やっぱり普段乗ってる RS の方が乗りやすいです。全然乗りやすい、そういう感じですかね。ただこれも慣れれば疲れないかなっていう感じはしますね。あと峠道とか私これで走ってないのでね、何とも言えませんがね、そういうところの走りがどんな感じを受けるのかっていうのも今度ね、チャンスがあればやってみたいなっていうふうに思ってます。
ということで本日は、このレベル1100のですね、リコール問題解決のために、ディーラーさん行ってきました。無事終了しました。本日もご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。それでは皆様方ご安全にご安全に。